はい、皆さんこんにちは。マクティです。マクティチャンネルへようこそ。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、この後ろにつけるパーツなんですが、先日ツッチーさんの番組見ていただけたでしょうかね。ツッチーさんね、ここにでっかい羽つけて300さんのね、かっこいいのつけたんですよ。もともとツッチーさんここにつけてたパーツ、あちらがですね、僕が前からちょっとよだれ垂らして見てたらですね、譲ってあげますよみたいな感じで優しいなっていうことでツッチーさんから譲っていただきました。じゃん、こちら。これね、僕ねずっと欲しかったんですよ。でもね、ちょっと僕の財力じゃちょっと手が出ないのでって思って諦めてたんですが、こちらをつけていきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。こちらですけど、こちらコシさんの、コシってどっかヨーロッパの遠い国のメーカーなんですけど、こちらねすごい軽いパーツで、またねフィッティングがいいんですよ。これもうツッチーさんつけてたんでフィッティングがいいなって前から思ってたんですけどね、結構ここが浮いちゃうようなメーカーさんもあるんですけど、こちらのはねぴったりくるんです。これこう仮止めしてもねどこも浮かない。もうこれ両面テープで貼るだけなので YouTube に載っけるようなネタはないんですけど、せっかくですね YouTube に載っけるので、こちらエーモンさんから出てる超強力両面テープということで外装パーツ用ということで3909、この番号ね、これねエーモンさんのブログ曰くかなり強いと、自信満々なところで、僕は今まで外装取り付けにはこちらのね 3M のハイタックの9708というのはいいんじゃないかなと思ってたんですが、こちらも今までね使ってたんですけど、こっちはね A モンの方が 10mm 幅で 1.14 の厚みあるんですね。こっち 9708、3M さんの9708は 10mm 幅で 0.8 ということでちょっと薄いんですよ。なのでこの差がねどれだけあるのかって言った時に、やっぱりこういう外装パーツ貼るときはちょっと厚めでも 2mm は厚いよね、 1.5mm もちょっと厚いよねなんていう時に 1.14 という絶妙なね厚みがあったので、すげえなと思いました。でこっち 0.8 なんですけど、 0.8 だと若干ねフィッティングにもよるんですけどちょっと薄いかもしれないですね。僕はチンスポはこっちで貼ってて、もう全然剥がれることとか全くもう5年半使ってて全然剥がれる気配もないんですけど、こちらもいい両面テープだと思うんですけど、今回はこのね、両面テープエーモンさんの3909を使っていきたいと思います。早速やってみますね。じゃあ今日使うのはこの2つのうちのこっちですね、エーモンさん。これらを貼るときに絶対必要なのがシリコンオフなんですが、以前から紹介してますこのソフト99さんのシリコンオフ、こちら大瓶のタイプですね。あんまりないな、ちょっとしかないな。こちらしょっちゅう使うんでね、もう大瓶買ってももうこれ何本買ったか分かんないぐらい使ってるんですけど、これねシリコンオフもっといっぱい使うような業者の方は一斗缶で買ったりとかね、他のメーカーの一斗缶で使ってるんですけど、僕みたいに素人はこれで十分なんですが、比較的使いやすいですね、スプレー式でね。これを、接着面パーツ側ボディ側で磨くというか脱脂ですよね、油分を取るということをします。でこういったところにね、前回の両面テープがちょっと残ってるので、こちらもきれいにしつつですね、接着面には何もない方がいいので当然こういった両面テープを取っておきます。で両面テープを剥がすのによくのり剥がし剤とかね、いろんなの使いたがるじゃないですか。でもこうやってね指できれいに剥がれる両面テープじゃない場合、もっとなんか古くて硬化しちゃったとかね、もともとの両面テープの質が悪くてとか、あとデカールボディに貼ったデカールが剥がしにくい時なんかはもうヒーターで温めるのが僕は一番だと思いますね。でヒーターで温めるのもやっぱり温めすぎてもダメだし温めなさすぎてもダメなんですけど、
今日なんかこの部屋が20度ぐらいあるんでね、まあ20度ぐらいになってくると割と剥がしやすいですね。これが冬の10度とかになってくるとちょっと厳しいんですけど、まあこうやって、まあ、両面テープが全部ないことを確認したらここを脱脂しますね。まあ脱脂もねするかしないかで全然違うので、ちゃんと入念に脱脂作業はやった方がいいと思いますよ。で看護するとこね、どこに貼り付くのかちゃんと事前に確認して、でいいなと思うところにちゃんと脱脂をしておくと後でトラブルがないと思います。次に貼り付ける側ですね。脱脂が終わったらまずは仮付けしてどこにどうはまるのかをちゃんと確認すると。まあこれね結構フィッティングがいいので左右非対称になることはないですね。もう全く動かないんですよ。これすごくよくできてるなこのパーツで。貼り付かった後をちゃんと見ておいて、どこがくっつくか覚えたらですね、そこに両面テープを貼っていきますね。失敗は許されない、ちょうど2メーターって感じですね。まあこういうのはね本来はやっぱり余分に買っておくといいと思いますよね。でこういう時に一面に貼っちゃうとその水抜きとかねそういうのもあるので、まあ部分的に貼ってあげるのがいいかなって僕は思います。まあプロの方はねまた別の貼り方があるんでしょうけど、一直線で全部貼っちゃうと、まあこの辺ちょっと難しいところは置いといて貼りやすいところから貼っていきますかね。水抜き用のね穴をちょっとずつ開けておくといいんじゃないかななんて僕は思うんですけどね。いやそうじゃねえよって、一直線のがいいに決まってんじゃんっていう人もいるでしょうけどね。逆側も貼りますか。でカーブが激しいところは僕の場合はカーブに追従させるのが難しいので小分けにしますね。まあ小分けにした方がなんかね剥がれにくい気がします。特に上はそんなね水抜きいらないんですけど、下側は、まあ、しょっちゅう洗車でね水が溜まりますからね、水が溜まるところがどこかわかんないですから、溜まってもいいように小分けにして貼っておくのがいいんじゃないかななんて思いますけど、問題はこのエッジの部分ですよね。このエッジの部分をこの幅 10mm にした理由はそこなんですけどね、エッジの部分が綺麗に貼れるかどうか、そして浮かないかどうかですよね。ただこの両面テープの難点は色が白ってことですよね。パーツが黒で貼るものが白だからね、ちょっと隙間からこの両面テープが見えちゃうとちょっと目立つよね。ダメだったら黒いのを他のメーカーの買おうかな。普通はねこういうところ貼るときは黒ですよね。こっちが黒なんですよ。だからこれでダメだったら黒にしようかなと思います。ちょっとね僕もねこのエイモンの買うときになんで白なんて思ったんですよ。普通外装パーツ貼るときって白じゃなくて黒じゃないっていうね、それがちょっと躊躇した理由ですが、エーモンさんの説明に曰く初期タックが弱いらしいんですね。なので貼り付けたら24時間はまあ力を加えないでくださいみたいに書いてありますね。その代わり貼り付いちゃうと今度剥がすんが大変なぐらいくっつくという話ですので、まあこんな感じで一通り貼りました。これでよくパーツ側にくっつけてあげて、そしたら剥がしますか。外装パーツってなかなか僕はつけないんで、
このパーツも実はねすごく昔から悩んでたんですよ、出た頃から。で僕のネオクラなねこのボディに僕ってほらメッキが多いパーツに仕上げてるんですね。純正のままね、なるべくノーマルに見えるよっていうことで、このパーツもねつけたいなどうしようかなって悩んでて、でもやっぱりあった方がちょっと締まるかなとかねずっと悩んでたんですけど、これカーボンなんでね、よくあるカーボン地獄って言われる、みんな一箇所カーボンつけると次から次へとね全てカーボンにしたくなってしまうっていうのがあるんですけど、僕はおそらくこのパーツだけでカーボンパーツ高いですしねって思ってますが、本当は最初これ買ったら色をねちょっとグレーとかにそういったものに塗ろうと思ったんですけどね。さてじゃあ貼っていきます。こんな適当な貼り方でいいんだろうか。左右の位置があったらくっつけておきます。こんな感じで24時間24時間もいらないと思うんですけど、24時間後だから明日の夕方ですね。で今室温が19度か、ちょっと温めておくかな。本当は逆だよね。本当はね逆なんですよ。温めてから貼るのがいいんですけど、はい、これで明日のまた同じ時間にこのテープを剥がして終わりという感じですね。こんな感じで貼ってますが、性格が出るな、適当な。はい、こんな感じで貼って、固着するまで24時間かかるということなので、完全密着するまで待って、では明日剥がすというだけの作業です。はい、ということで今回はコシさんのこのリアウィングを取り付けるということをやったんですけど、今取り付けてから1ヶ月ぐらい経っていろいろ浮きがないかとかチェックしたんですけど、問題は特にないですね。しっかりくっついて、で浮きも全く出てこないという感じです。で懸念してた白いテープによる隙間から見えてテープが見えるかなというのもいろいろ見てみたんですけど、そういった外から見えるというのも貼った位置がねちょっと奥めに貼ったんでなかったですね。でしっかりくっついてるので通れることはないでしょう。で高速道路とかも走ってみたんですけど、やっぱりリアウィングあるとちょっとテンションかかる感じでいいなと思いました。この間ねアメリカの、車の番組見てたんですけど、ツッチーさんがつけたようなねああいうリアウィングで時速、250キロとかで何トンかかるかとかね、何キロかかるかとか実験やってたんですけど、結構ああいうぐらいの羽になるとねすごいんですね。ツッチーさんのリアウィングで結構測定したら相当かかるんじゃないかなと思います。アメリカのその番組でやってたのはもう少しちょっと大きいウイングなんですけど、でもほぼほぼ同じ形も似てるんですけど、もう少しでも沿ってたかな。それで時速250キロで測定した時に計算上は 1.2 トンかかるっていうんですね。1.2 トンリアウイングにかかるってすげえなってやっぱりね、飛行機がね飛ぶスピードになってくるわけですけど、それが下に押し付けるんでね、それは車も安定するでしょうし、コーナーもねやっぱり速くなるわけですよね。いろんなプロのドライバーなんかの話ではやはりフロントのこのチンスポとかリアウィングによってコーナー速度っていうのは100キロいかなくても60キロから80キロとかでも十分効果を感じるなんていうのはやってますので、僕もフロントのねチンスポつけた時は
かなり結構フロントが吸い付く感じになったななんて思ったんですけど、このリアもやはり高速道路で100キロ越してくると、なんか前より安定してんじゃねなんて感じがします。そういったところの効果もあるし、あと何せね、この見た目がちょっとリアウィングが締まる感じで、当初ですねこれ塗ろうかななんて思ってたんですよ、買う前は。でずっとこの2年3年やっぱり白の方がいいかなとかね、やっぱこういったところの色に合わせようかなとか思ったんですけど、今このカーボンルックで、僕外側につけてるカーボン、ちょっと1箇所ぐらいカーボンがあってもいいのかななんて思ってます。そんなわけで腰のこのウィングがね欲しい方は、間違いなくフィッティングとかもねいいんじゃないかななんて思うので、安心して買えるかもしれないですね。なかなか手に入りにくいみたいですけど、在庫が分かんないですけどね、そういうわけで今回はお伝えしました。でエーモンのテープもですねやはりすごくしっかりくっついていい感じですね。作業性もやりやすかったですし、離型紙も剥がしやすかったですしね。ということで、今回はこういったリアウィングを取り付けるの回でした。それではまたご覧ください。バイバイ。